どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、ゆえてなんぼのゆでレオンです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回は週刊少年ジャンプ2021年41号ワンピース最新話1025話総竜図を考察していきます。総竜図とは、小田先生がワノ国編の取材のために訪れた建仁寺にある天井に描かれた2匹の竜、総竜図のことでしょう。この時の取材の様子はワンピースマガジンボリューム6に収録されています。この総竜図と同じシーンが1025話の最後に登場します。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。まだ読んでいない人やコミック派の人は大いにネタバレを含む内容ですので、今すぐ動画をストップしてください。また最新話の考察は怒涛の語呂合わせ考察になりますから、苦手な人はここでストップしてください。よろしいでしょうか。行きましょう。今回はその前に1025話の扉絵から考えましょう。扉絵ではウソップが海賊船長の衣装を着てインタビューを受けており、さらに後ろではタコが同時に原稿を起こしています。この原稿のタイトルは大嘘つきの物語。この扉絵の語呂合わせはかなり強引ですが、インタビューからのインタビューでしょうか。小田先生はビビの誕生日で2を美と語呂合わせしており、5は中国語でウなのでウです。ただそんな語呂合わせはどうでもよく、この扉絵で注目したいのはウソップの帽子でしょう。ウソップの帽子は明らかに現在の黒ひげの帽子と同じです。さらにタコの被っている帽子も過去に黒ひげが被っていた帽子と同じです。やはり小田先生は黒ひげにタコのイメージを匂わせています。僕は先日こちらの動画で黒ひげタコ説を否定しましたが、やはり黒ひげの正体はタコなのでしょうか。それとも黒ひげタコ説は嘘だとでも言うのでしょうか。どちらにせよ黒ひげにタコのイメージを意図的に持たせているのは確定でしょう。黒ひげの正体は何であっても楽しみです。それでは本編に行きましょう。今回1025話のスタートはトカゲ港のルフィと巨大な竜となった桃之助。しかし大人になった桃之助は相変わらず高いところが苦手で、鬼ヶ島へは飛べず、ルフィは飛べ飛べとせかしています。これが1025話の話数の語呂合わせ1つ目、天にゴー。天にゴーでしょう。場面は変わって鬼ヶ島屋上のヤマト VS カイドウ。前回ヤマトはカイドウの雷鳴発揮を食らいましたが、ヤマトは氷の能力鏡山でディフェンスしたようです。これはかなり薄い氷であってもカイドウの雷鳴発揮を防御できる氷の能力は無敵に近い気がします。さらにヤマトは肝切りという氷技を放ちます。これが1025話の話数の語呂合わせ2つ目、ゼロを前につけて冷凍の子。冷凍の子でしょう。しかしカイドウはカイドウの息子という血縁からはヤマトは逃げられないとも言います。これが1025話の話数の語呂合わせ3つ目、実の子。実の子でしょう。もちろんヤマトはこれに反発しますが、カイドウはヤマトをこの島でずっと一人で生きてきた、ずっと一人でなとヤマトの孤独を強調しますが、ヤマトは亡きエースという友達がいたと反発。しかしカイドウはお前は鬼の子だと金棒でヤマトをタコ殴りにしました。これが1025話の話数の語呂合わせ4つ目、一人鬼の子。一人鬼の子。さらに5つ目はドツコウ。ドツコウでしょう。8歳から孤独な20年を過ごしたヤマト。そんなヤマトを憐れみ、ある時ご飯を渡した優しい百獣海賊団の人物もいましたが、その人物は処刑されています。このヤマトのエピソードは他の方も考えている通りサンジのエピソードと瓜二つでしょう。氷の技を使うヤマトと発火するサンジ。8歳の時父親に監禁されたヤマトと8歳の時父親に監禁されたサンジ。手錠で拘束されたヤマトと鉄仮面で拘束されたサンジ。ご飯を届けてもらったヤマトとご飯を母親に届けに行ったサンジ。人体実験された父親カイドウと人体実験していた父親ジャッジ。おでん万有記に憧れたヤマトと嘘つきノーランドに憧れたサンジです。このようにヤマトとサンジは表裏一体ですが、まだあります。ここからがポイントです。光月おでんは栗の頭で、ノーランドは栗頭でした。光月と嘘つきです。これは黄金の国とかつて呼ばれた和の国と黄金郷シャンディア。以前も考えたように和の国とシャンディアは表裏一体です。400年前に黄金の国と呼ばれた和の国では首をかっきって蛇の生き血を飲む人間の怪物、元栗の頭アシュラ童子が描かれていました。一方同じく400年前の黄金郷シャンディアでは逆に人間の生き血を飲む蛇の怪物カシガミを栗頭のノーランドが首をかっきっていました。和の国の光月家と月の民シャンディアの表裏一体。これら2つの国は今後ルナーリア族が住んでいた神の国とつながるかもしれません。シャンディアでは太陽の神、雨の神、森の神、大地の神を称えていました。脱線しましたが本編に戻りましょう。場面は再びトカゲ港のルフィたち。ついにモノスケが空を飛びました。これが1025話の話数の語呂合わせ6つ目、飛ぶ子。
飛ぶ子でしょう。しかし桃之助は怖くて目を閉じて飛んでいるため、右や左に揺れながらなんとドクロドームに突っ込みました。これが1025話の話数の語呂合わせ7つ目、飛び込むでしょう。何が起きたか理解できない城内の面々たち。一方、未だ怖くて目を開けられない桃之助は鬼ヶ島城内を右往左往上下に浮き沈みしながら頭をぶつけまくっています。これが1025話の話数の語呂合わせ8つ目、どんぶらこでしょう。どんぶらことは重みのあるものが浮き沈みしながら流れる様子を表す擬音語で、昔話桃太郎で大きな桃が流れてくる擬音語として有名です。もちろんここでは桃之助が桃太郎のイメージでしょう。この桃之助の暴走は結果的にライブフロアだけでなく2階や3階で戦っているメンバーも確認しましたから、それはイコールルフィの生存の確認にもつながり、ミンク侍同盟たちの士気は上がるでしょう。混乱する鬼ヶ島百獣海賊団たちは同じ竜が2匹もいるはずないと何者なのか確認を急ぎます。これが1025話の話数の語呂合わせ9つ目、突合でしょう。突合とは数字やデータを比較突き合わせることです。こちらは先週の語呂合わせ予想で内容も含めてほぼ完璧に的中できました。よたよたしながらもなんとか鬼ヶ島屋上までたどり着く桃之助。そんな謎の竜を発見したカイドウ、この隙をついてヤマトは金棒に覇王色の覇気をまとわせて神速伯爵という技を放ちます。さらに同時にルフィは片栗との最終決戦で見せたリアフォースジェットカルバリンで到着して早々カイドウをいきなりぶん殴りました。これが1025話の話数の語呂合わせ10個目、特攻でしょう。それにしてもなぜ小田先生はヤマトとルフィの同時攻撃に蛇のイメージを採用したのでしょうか。おそらくこれは古代日本における蛇神信仰のイメージでしょう。日本神話の蛇といえば恐ろしいヤマタノオロチが有名ですが、それよりもはるか昔古代日本では蛇が神として信仰されていました。祀るという漢字は蛇を示すと書きます。脱皮を繰り返して成長していく蛇は月とともに死と再生を繰り返す象徴ともされ、ここではルフィが復活したイメージと合致します。さらに1025話のヤマトの技鏡山もおそらく蛇の脱皮をイメージし、さらに鏡は月のイメージでもあるでしょう。この古代日本の蛇神信仰とインドや中国からやってきた龍神信仰が混ざり合い、日本では龍田神信仰が誕生しています。倭の国を守るために復活した蛇と龍と月のイメージです。さらにこの蛇神信仰と月のイメージは400年前の黄金鏡シャンディアにもつながるでしょう。1025話のタイトルは総龍図ですから、もしかしたら倭の国とシャンディアは双子の国、いや夫婦なのかもしれません。なぜルフィとヤマトの男女の同時攻撃に蛇のイメージを持たせたのか。日本神話における男女の蛇といえば日本神話の始祖の神イザナギとイザナミでしょう。イザナギとイザナミは海をかき混ぜて日本国を作ったという国生みの神であり、前回1024話で考えたアマテラスやスサノオを生んだ夫婦でもあります。このイザナギとイザナミのルーツはある研究によればインドの蛇神夫婦ナーガとナーギではないかと言われています。つまり日本の生みの親は蛇の夫婦。ルフィとヤマトの蛇の技は新しい倭の国の夜明け、倭の国の再生のイメージでしょうか。ちなみにルフィの故郷はドーン島ゴア王国風車村ですが、このゴア王国はおそらく大航海時代に栄えたアジアのローマ、黄金のゴアと呼ばれたインドのイメージでしょう。ルフィの育ての親カーリー・ダダンのカーリーもインドの神様の名前です。そして世界を支配しているのは天竜人イム様です。イム様は仏様のイメージ。仏教国インドにおける蛇神や竜は雨を降らすと言います。こちらの動画でイム様の能力は雨が奪われていたアラバスタとの表裏一体からイム様は雨や水を操る能力だと考えました。天竜人は800年前世界に何らかの災いの雨を降らしたのでしょうか。前回も考えたように最終章はこの1025話と同じく天竜人 VS 革命軍ドラゴンの竜 VS 竜の総竜図となるでしょう。ルフィの父ドラゴンは100話で嵐を呼んで雨も降らしていました。そんな雨を降らす竜 VS 竜の間に割って入るのが太陽の神ニカに祝福された喜びの少年ジョイボーイルフィだと考えます。大幅に脱線しましたが本編に戻りましょう。ヤマトはここでルフィに気づいて喜びの再会です。一方殴られてブチ切れたカイドウは人獣型から竜型に変化して、ここで1025話のタイトル通り総竜図が描かれました。これが1025話の話数の語呂合わせ11個目、異例の双子。
異例の双子でしょう。ビビるカードによれば、カイドウは世界政府に捕まり、血統因子を抽出されています。このカイドウの血統因子を使って、おそらくベガパンクが誕生させたのが、青龍の悪魔の実の精巧なコピーでしょう。その精巧なコピーを桃之助が食べて、異例の双子が誕生しました。謎の竜に名を名乗れというカイドウ。これに対し、桃之助はビビりながらも、光月、桃之助、和の国の将軍になる男でござる。と名乗りを上げると、カイドウは、驚いた。あのガキか。と返します。これが1025話の話数の語呂合わせ。12個目。0を前につけて、おでんの子。おでんの子でいいでしょう。鬼ヶ島。最終決戦。竜 VS 竜の戦い。3対1の戦いがついに始まりました。が、しかしまだ、桃太郎は完成していません。鬼退治を成し遂げるには、生地が必要でしょう。光月ひよりの着物の生地には、生地化のクジャクが描かれています。何度も言うように、生地のイメージは、おそらく光月ひよりです。本編の考察は以上です。続いてはいつものように、次号1026話や1027話の展開を話数の語呂合わせとともに考えていきましょう。1026話の話数の語呂合わせ予想一つ目は、先週と同じく、火祭り。火祭りというのはどうでしょうか。半年前から予告通り、1026話は火祭り。つまりそれは亡き人へ思いが届く日。亡き人とはおそらく光月おでん、光月時でしょう。この二人に思いが届くとは、つまり和の国の開国への希望でしょう。カイドウに勝利するための希望が見えるのではないでしょうか。1026話の話数の語呂合わせ予想二つ目は、0を前につけて、おでんの娘。おでんの娘というのはどうでしょうか。おでんの娘、光月ひよりが1026話に登場するかもしれません。光月ひよりは先ほど考えたように生地のイメージですから、これで桃之助、ルフィ、ヤマト、ひよりが揃うと桃太郎が完成します。さらにひよりはおでんの剣、雨の幅切りを鬼ヶ島に持ってくるとも考えます。1026話の話数の語呂合わせ予想3つ目は、0を前につけて、おでん二刀流。おでん二刀流というのはどうでしょうか。2桁目の2を20と捉えて二刀です。おでんの娘、光月ひよりが登場すれば、おでんと時が残した桃之助とひよりというおでん二刀流が揃います。おでんと時が未来に残したのは2本の剣じゃない。2人の愛する子供こそがおでん二刀流という考え方です。そしてさらに次の1027話も考えましょう。1027話の話数の語呂合わせ予想1つ目は、手をつなぐ。手をつなぐ。さらに続けて2つ目は、0を前につけて、おでんをつなぐ。おでんをつなぐというのはどうでしょうか。おでんは桃之助に雨の幅切りを指名して残していましたから、もしもひよりが1026話に現れて雨の幅切りを持ってきたなら、ひよりは桃之助に雨の幅切りを渡すでしょう。そして1027話の話数の語呂合わせ予想3つ目は、切ない。切ないというのはどうでしょうか。1000と27からの切ないです。あの鬼ヶ島最終決戦に光月ひよりがもしも現れるなら、カイドウは真っ先にひよりを狙うでしょう。つまりひよりは1027話でカイドウにやられるかもしれません。ひよりに生地のイメージがあるなら、生地には日本では有名な生地も泣かずば打たれまいということわざがあります。これは生地が甲高い声を上げて泣かなければ居場所を知られることもなく、撃たれて殺されることもなかっただろうという例えですから、ひよりが最終決戦でやられてしまうイメージはあります。これは桃之助でもわかるかもしれません。桃之助は確かに大人になり大きくはなりましたが、精神は未だ子供のままです。そんな桃之助が奮起するなら、それは妹のひよりが目の前でやられた時ではないでしょうか。そこで桃之助は奮起する。もちろんカイドウに放つのはスナッチ。そしてスナッチの語呂合わせはスナッチ477。つまり477話はカイドウと同じ古代巨人族魔人オーズ戦。ここでチョッパーはオーズの500年前の古傷を攻めていました。ということは、桃之助がスナッチを放つ場所は、光月おでんがカイドウに桃源戸塚でつけた十字の古傷でしょう。赤鞘たちがカイドウの傷に桃源戸塚を放った後、カイドウは、そんな力じゃ、あの時の傷は開きもしねえ、と言っていましたから、光月おでんの息子、桃之助が光月おでんの剣、雨の幅切りで古傷を攻めれば開きそうです。となると、桃之助がスナッチをカイドウの十字傷に放つ回は、十字傷。1029話でしょうか。1029話で古傷が開き、そこへ最後にルフィがとどめを刺すと、この時ルフィはおそらくギアフィフスを発動していそうです。
この1025話ではギアフォースを発動させましたから、カイドウを倒す際にはその次のギアにアップするでしょう。以上です。皆さんはどう思われましたか？ご意見や考察してほしいなどがあればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。